あなたの食卓が来月から静かに崩壊し始めるのだ。原油が105ドルを突破した。その引き金を引いたのはたった1本のテレビ演説なのだ。食卓が崩壊ってどういうこと？原油が上がってもスーパーの食品がすぐに変わるとは思えないんだけど、具体的に何が起きてるの？2026年4月2日、日本時間の朝、トランプ大統領がテレビ演説でこう言ったのだ。イランを後に3週間極めて激しく攻撃し続ける。この一言でアジア太平洋の株式市場が崩落し、ブレント原油が105ドルを超えたのだ。今日はこの連鎖がなぜ起きて、日本人の生活にどこから刺さるのかを徹底的に解き明かすのだ。2月28日に中東で戦争が始まってからもう1ヶ月以上経つわよね。それがなぜ今また急騰なの？演説一本でここまで動くものかしら。実は市場が一番恐れていたのは戦争の終わりだったのだ。戦争が始まった2月28日以来、投資家たちはあと数週間で停戦かという期待を織り込んで少しずつ落ち着いていたのだ。ところがトランプは演説でこう言い切った。もう戦争は成功だ。でもまだに3週間は続ける。つまり出口の見えない戦争宣言をしたも同然なのだ。成功だけど続けるって矛盾してない？買ってるなら終わればいいじゃない。それを聞いた市場は何を読み取ったの？市場が読み取ったのは3つのリスクなのだ。第一に、ホルムズ海峡が閉鎖される可能性が消えないこと。世界の石油輸送量の約 20% がここを通るのだ。第二に、イランが最後の反撃として原油施設を攻撃するリスク。第三に、戦線がサウジアラビアや UAE など湾岸産油国に拡大する懸念なのだ。これら3つが同時に、消えていないと確認されたから105ドルまで一気に跳ね上がったのだ。さらに同じ日、もう一つの爆弾が炸裂したのだ。ロシアが7月末までガソリンの輸出を全面禁止すると発表したのだ。理由は農業シーズンの国内需要と世界的な原油高への対応とされている。ロシアは2025年に日量11万7000バレルのガソリンを輸出していた。それが丸ごと市場から消えるのだ。ちょっと待って。中東の戦争リスクとロシアの輸出禁止が同じ日に重なったってこと？これ、料理で例えるとどういう状況かしら？料理屋に例えると分かりやすいのだ。世界最大の食材倉庫、ペルシャ湾。エノハンニューロが半分封鎖されそうで、しかも別のサプライヤー、ロシアが突然、夏まで下ろせないと言い出した状態なのだ。メニューを変えるか値上げするか、どちらかしか選択肢がない。市場はその絶望を一瞬で価格に転嫁したのだ。ではアジア市場への具体的な影響を見ていくのだ。NYT と RFI の報道を横断すると、面白いズレが見えてくるのだ。欧米メディアは市場の急落という金融面を前面に出す。一方、RFI はアフリカの現地ルポとして、タンザニアのガソリンが前月比 33% 増、南アフリカのディーゼルが 40% 増という生活者の声を丁寧に伝えているのだ。金融市場のチャートと現地の人間の話は全く別の重みを持つのだ。タンザニアで 33% 増って、それは前月比で、それって日本換算でどのくらいの感覚なの？前月比で 33% 増なのだ。日本に換算すると、仮にレギュラーガソリンが1リットル180円だったとして、1ヶ月で239円になるようなイメージなのだ。アフリカは収入水準が日本の10分の1以下の国が多いから、実質的な生活へのダメージは日本の10倍以上なのだ。そして重要なのは、アフリカが経験していることは、時差を置いて日本にも来る前哨戦でもあるということなのだ。アジア市場の急落を構造的に見ると、実は2つのチャンネルがあるのだ。1つ目は、輸入コスト直撃チャンネル。日本、韓国、中国は中東依存度が高い。日本の原油輸入の約9割は中東からなのだ。2つ目は、リスクオフチャンネル。有事になると投資家は株を売って安全資産に逃げる。円高になりそうだが実際は円が売られドルに逃げる動きもある。この複雑な二重構造が、アジア株安と円の動きが同時進行する理由なのだ。逆じゃない？有事なら円高になるって昔は言われてたけど、今回は違う動きをしてるの？以前と何か構造が変わったのかしら？鋭い指摘なのだ。かつての有事の円買いは、日本が世界最大の対外純資産国として信頼されていた時代の話なのだ。今は日米金利差と原油輸入コスト増の組み合わせが円売り圧力になる局面もある。有事、円高という常識は、もはや半分しか正しくないのだ。そして今回の本当の恐怖は食卓にある。来月の話をするのだ。ここまでを整理するのだ。トランプ演説でホルムズ封鎖リスクが再浮上。ロシアのガソリン輸出禁止が重なって二重の供給ショックが発生。ブレント原油105ドル突破でアジア市場が急落。そしてアフリカで先行している生活コスト急騰が時差を置いて日本にも来る。ここからが本番なのだ。
日本への影響を食卓フレームで舞台化するのだ。輸入小麦は原油が10ドル上がるごとに運送コストが約5% 加算される。原油105ドルはコロナ前水準の倍近い。このまま続けば、来月から食パン1斤が20、30円値上がりする計算になるのだ。パスタ、ラーメン、うどん、お菓子、小麦粉が使われているすべてのものが同時に動くのだ。それってパンだけの話じゃないわよね。チョコレートやお菓子の原料も輸入だし、冷凍食品も輸送コストが乗ってくる。外食チェーンも値上げしてくるんじゃないの？その通りなのだ。そして特に影響が大きいのが4人家族の食費なのだ。試算すると、月の食費が平均8万円の家庭で、輸入食品、外食、加工食品への影響を合算すると月4000、6000円の実質増加になる可能性があるのだ。年間で5万円超の負担増なのだ。しかもこれは円高が進まない前提の話なのだ。特にダメージが深刻なのは子育て世帯なのだ。学校給食費、子供のお弁当、部活の遠征交通費、これらが全て原油価格と連動しているのだ。Z 世代のスマホ代も侮れない。サーバーを動かすデータセンターの電力コストが上がれば、サブスクリプション料金も年内に値上がりする可能性があるのだ。今や原油価格は僕たちのデジタル生活にも静かに侵食してきているのだ。ちょっと私から言わせてほしいんだけど、今の話を聞いてると、政府や中央銀行って何もできないの？というか正直、毎回、影響が出る可能性がある。で終わる解説って、じゃあ私たちどうすればいいの？って思わない？ずんだもん、率直に言って今の状況、どう見てる？それは正直に言うのだ。僕の見立てでは、日本政府にできることは限られている。石油備蓄の放出は一時的な効果しかない。日銀は利上げで円安圧力を和らげようとするかもしれないが、住宅ローンを持っている人には別のダメージが来る。どちらをとっても誰かが傷つく構造なのだ。これが、原油ショックは政策で解決できない、という不都合な真実なのだ。冒頭で、食卓が崩壊する、と言ったのだ。大げさに聞こえたかもしれない。でも実際、アフリカではすでに、今まで見たことがない値上がりだ、という現地の声が RFI で報道されている。タンザニアのガソリン 33% 増、南アのディーゼル 40% 増。彼らが経験していることは、数週間後の日本の予告編なのだ。崩壊というのは、一夜にして起きるのではなく、静かに積み重なる消耗なのだ。では今後の分岐シナリオを示すのだ。楽観シナリオは、トランプが言う。3週間で本当に戦闘が縮小し、5月中旬に向けてブレント原油が90ドル台に落ち着くケースなのだ。この場合、日本の食費への影響は月2000円程度に収まる可能性がある。悲観シナリオは、イランが最後の反撃としてホルムズ海峡周辺への攻撃を行い、120ドルを超えるケース。この場合、年内に小売物価が全面改定される可能性があるのだ。3週間後が分岐点なのね。私は個人的にトランプが成功と言い切ったことが引っかかるわ。成功を宣言した後に延長するのって政治的に続けにくくなるんじゃないかしら。案外、楽観シナリオの方に転がる気もするんだけど、どうかしら。面白い読みなのだ。トランプは世論を強く意識する政治家だから、成功宣言、引き際のシグナルという解釈もできるのだ。ただ2016年以降のトランプの行動パターンを見ると、宣言と行動が逆向きになるケースも多い。タイムリミットは2、3週間なのだ。その答え合わせをぜひ一緒にしようなのだ。今まさに原油価格の変動を感じている人、コメントで上がるか下がるか教えてほしいのだ。1ヶ月後に振り返るのだ。今日の動画が参考になったら、チャンネル登録と高評価をお願いするのだ。次回は中東戦争がアジアのサプライチェーンと半導体産業に与える影響を深掘りする予定なのだ。中東と台湾海峡という2つの火種がどう連動するか、これは見逃せないのだ。コメントで予想してほしいのだ。それでは、また次の動画で会おうなのだ。